皆さんこんにちは。ぼっこラジオにお越しくださりありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強している皆さんに向けて日本の文化やニュース、私の体験や出来事など様々なテーマを日本語でお届けしています。はじめまして、ぼっこと申します。今日は記念すべき第1回目になります。まずは自己紹介をしたいと思います。私は日本の東京で生まれて、今も東京で生活しています。東京といっても都心からはだいぶ離れています。少し車を走らせれば山や川などの自然が多く残っているところです。年齢は秘密にしておきます。ご想像の通りあまり若くはありません。趣味は魚釣りが好きだったのですが、殺生になるのでやめました。殺生とは生き物を殺したり傷つけたりすることです。最近バイオリンを始めました。2週間くらい前かな。できればモーツァルトのアイネ・クライネ・ナハトムジークが弾けるようになりたいです。志は高いんです。今はフォームや弓の持ち方、弦の弾き方などの基本的なところから始めています。いきなりモーツァルトは難しいので、日本のバイオリニストの葉加瀬太郎、皆さんご存知でしょうか？この葉加瀬太郎のエトピリカという曲をまずは弾けるようになることが第一目標です。とは言ってもエトピリカが簡単と言っているわけではありませんよ。自己紹介はこれくらいにしておきますね。さて、次はどうして私がこのポッドキャストを始めようと思ったのか、その理由についてお話ししたいと思います。そもそも私は話すこと、聞くことが大好きなんです。歌にしても誰かのお話にしても、とにかく耳から情報を得るのが得意なんですね。ですので、英語を勉強するときもポッドキャストを利用しています。聞くことが一番効果的な学習法だなと感じています。YouTube でも単語の動画やフレーズの動画を何本か出しているんですけれども、やっぱり自分の声で話して皆さんに日本語を覚えてほしいなという思いが強くて、このポッドキャストを始めました。このポッドキャストで心がけているのは、ナチュラルな日本語を皆さんに覚えていただきたいということです。皆さんが自然な日本語を身につけられるように頑張っていきますので、応援よろしくお願いします。自己紹介やこのポッドキャストのことについてはこのぐらいにしたいと思います。それで第1回目の今日のテーマ、何にしようかなといろいろ考えたんですけれども、日本の夏休みについてお話ししたいと思います。どうして夏休みなのかというと、日本はそろそろ学校や会社が夏休みに入る頃だからです。皆さんの国にも夏休みはありますか？日本の夏休みは
どんな風に過ごすのでしょうか？どんなことをするのでしょうか？今日は日本の夏休みの過ごし方についてお話ししていきます。よかったら最後までお付き合いいただけるととても嬉しいです。今日は学校の夏休みを中心にお話ししていきます。日本の学校ではだいたい7月の中頃から8月の終わり頃までが夏休みです。学校や地域によって違いますが、小学校や中学校では約40日間の夏休みがあります。高校や大学もほぼ同じような時期に休みになります。子供たちはこの夏休みをとても楽しみにしています。なぜなら毎日学校に行かなくていいし、家族と旅行をしたり、友達と遊んだりできるからです。でも楽しいことだけではありません。日本の夏休みにはたくさんの宿題もあります。例えば日記を書くという宿題があります。日記は毎日何をしたか、どう思ったかなどを書いていきます。特に小学校では絵日記というものがありました。本当は毎日書かなければいけないのですが、夏休みの終わりの方になってまとめて書いた思い出があります。その時とても困るのが天気なんですよね。覚えてないじゃないですか。ですので間違ってたりすることもあったと思います。それとドリルというのがあります。ドリルとは国語や算数などの問題が書いてある本のことを言います。私はドリルが意外と好きでした。特に算数のドリルが面白くて、たくさんやった覚えがあります。日本の学校では夏休みにドリルを何冊もやらなければなりません。結構大変だった覚えがあります。あとよく宿題に出るのが読書感想文です。読書感想文は本を読んでその感想を書くというものです。その他にも自由研究というのがよく出ます。自由研究というのは自分で興味のあるテーマを決めて、それについて調べたり何か作ったりしたものを夏休みが終わってから先生に提出するという宿題です。私が一番夏休みの宿題で大好きだったし、記憶に残っているものは朝顔の観察日記です。朝顔の観察日記というのは、朝顔という花を毎日観察して成長を絵に描いたり、気がついたことを文章で記録するというものです。朝顔という花は朝に咲きます。ラッパみたいな形をしていて、紫色やピンク、ブルーなどの色があります。子供の頃、ベランダに出て朝顔を見るのがとても好きでした。夏休みの朝といえば思い出すのがラジオ体操です。朝の6時頃からだったと思うんですけれども、近くの公園でやります。何人かの子供が集まっていて、子供会の大人の人が
一人か二人来てくれています。それで、ラジオから流れる音楽に合わせて体操します。終わると、カードにハンコを押してくれます。周りの人に聞くと、朝早いので眠くて参加してなかったという人が多いんですけれども、私は結構好きで毎日ラジオ体操に行っていました。朝が好きなのかもしれません。すがすがしいですからね。でも昼間はとても暑かったです。蒸し暑いのが日本の夏の特徴です。空気に水分が多くてジメジメしています。これは高温多湿と言います。だから日本の人たちは熱中症に気をつけながら過ごします。水をたくさん飲んだり、日陰で休んだり、エアコンを使ったりします。私が子供の頃は家にエアコンがありませんでした。扇風機だけで過ごしていました。それでも熱中症になりませんでした。熱中症にならないために午後の3時頃に家に戻ってきて昼寝をします。確か学校でそのようにしてくださいというふうに決められていたと思います。これも周りの人に聞くとあまりちゃんとやっていなかったって言うんですけれども、私はちゃんと3時に帰って30分ぐらいだと思うんですけど、昼寝をしてからまた遊びに出かけていました。家の中が少し薄暗くて扇風機が回っててとても静かで、そういう中で昼寝をするのが大好きでした。実際は本当に眠っているわけではなかったと思います。目を閉じて静かにして休んでいたと思います。夏休みに何をして遊んでいたかを思い出すと、毎日プールに行っていました。学校のプールの時もありましたし、市民プールにも行きました。市民プールは流れるプールになっていて、私が住んでいる地域では結構珍しかったと思います。市民プールで泳ぎ終わった後、お店があるんですけれども、焼きそばが売っていたり、ホットドッグが売っていたり、冷たいジュースが売っていたりして、よく焼きそばを食べた思い出があります。泳いだ後なので、とてもお腹が空いていたので、美味しかったです。あと、夏休みになると、友達が田舎へ帰ってしまうんですね。私は田舎がすぐ近くだったので、特別に帰るということはしていませんでした。その時期になると友達がいなくなってしまってつまらなかったのを覚えています。そしてみんなが田舎から帰ってくるとカブトムシやクワガタをたくさん捕まえて帰ってきます。私はそれが羨ましくて仕方ありませんでした。近くの山にカブトムシやクワガタを捕まえに行くこともありました。木を蹴っ飛ばすとカブトムシが落ちてきたり、木の穴の中を探るとクワガタがいたりします。カブトムシの幼虫も捕まえてきて育てて成虫にしたこともあります。あと、夜に近くの公園で花火を買ってきてみんなで花火をするというのが楽しかったです。いろんな花火がありましたね。
ロケット花火、ネズミ花火、ドラゴン、線香花火ですかね。ドラゴンというのは火をつけると火花が3メートルぐらい吹き上がる花火なんですけど、その花火が結構迫力があって私は好きでしたね。夏の夜といえば盆踊りですね。盆踊りは夏祭りの会場の真ん中に舞台があって、そこで上手い人たちが盆踊りを踊ります。ちなみに私のおばあちゃんは舞台の上で踊っていました。他の人たちはその周りを囲んでみんなで盆踊りを踊ります。夏祭りの会場には屋台がたくさん出ていまして、かき氷の屋台とか、綿菓子の屋台とか、ヨーヨーを売っていたり、たこ焼きを売っていたり、とても楽しかったことを思い出しますね。夏休みというと、長い日数休みなので、お父さんたちも会社が夏休みになります。そうすると、家族で旅行に出かけたりする家もありましたね。私の家はほとんど旅行というものをしない家族でした。それでも一度だけ海水浴に行ったことがあります。日帰りでしたけどね。近くの海に家族で泳ぎに行きました。どうしてだかわからないんですけど、急に父が海水浴に行こうと言い出しました。その時私は一体何があったんだろうと不思議に思ったことを覚えています。それでも今となっては楽しかった思い出の一つです。夏にとても美味しい食べ物や飲み物はたくさんあります。夏休みの思い出として思い出すのが麦茶です。外で遊んでたくさん汗をかいて喉が渇いて帰ってきた時に冷蔵庫から麦茶をコップに注いで砂糖をスプーンで2杯ぐらい入れて甘い麦茶を作ります。それを一気に飲み干していました。その味がとても甘くて美味しくて、夏休みというとその甘い麦茶を思い出します。いかがでしたでしょうか？今日は日本の夏休みについていろいろなお話をしました。日本の夏は暑いけれど楽しいイベントがいっぱいです。思い出に残ることがたくさんあります。でも子供たちは遊ぶだけでもなく、宿題も頑張ります。皆さんの国の夏はどんな感じですか？夏にどんなことをしますか？よかったら教えてくださいね。最後まで聞いてくださりありがとうございました。それではまた次回のぼっこラジオで会いましょう。ぼっこでした。